皆さんこんにちは。ヒロジャパニーズポッドキャストへようこそ。このチャンネルでは10分ぐらいの短いエピソードをお届けします。ぜひ通勤途中や休憩時間などに聞いてみてください。今回のテーマはネタバレです。ネタバレという言葉聞いたことありますか？これは映画、ドラマ、漫画、ゲームなどの内容や結末がバレることです。ネタバレはネタとバレるから来ています。バレるは以前ポッドキャストで紹介しましたよね。ではネタって何なんでしょうか？ネタの由来についてお話しします。ネタは種を逆さに読んだものです。昔の日本語では言葉を逆さにする倒語が流行したそうです。種は物事の元になるもの、中身という意味なんですが、ここからネタは内容、材料という意味になったそうです。意味は6つあります。1つ目、話すための内容、話題です。例えば話のネタ、面白いネタ、授業のネタがあります。2つ目、文章、ニュース、動画などの素材です。記事、動画、SNS 投稿などのコンテンツの材料と言えます。3つ目、芸人のコント、ギャグ、作品のことです。日本ではお笑い芸人が漫才やコントをしますが、その人たちが作る作品のことです。4つ目、物理的な材料のことです。実際に目に見えるものですね。例えば寿司のネタ、これ聞いたことないですか？寿司ってご飯、シャリの上に刺身が乗っていますよね。その刺身のことをネタって言うんです。例えば寿司のネタ、何が好きですか？私はサーモンが好きです。5つ目、ジョーク、冗談、作り話です。例えば会話をしているときに、それネタだよねと言ったら、このネタは嘘や作り話のことだよねという意味になります。6つ目、裏の情報、内部情報です。芸能、警察、記者などが使う情報源の意味です。例えば日本の刑事ドラマを見ていると、刑事がネタを掴んだぞと言いますが、これは犯人の情報を手に入れたということになります。はい、というのでネタは6つの意味があります。ネタバレに戻りますね。ネタバレは名詞です。この話はネタバレだ、ネタバレ注意みたいな感じで使うこともあるし、動詞のように使うこともあるんです。例えばネタバレする、これは内容を言ってしまうことです。ネタバレになる、これはそういうネタバレの状態になること。あとはネタバレされる、これは誰かに内容を先に言われることです。聞いてしまったということですね。はい、ということで使い方紹介しましたが、分かりましたか？では例文を3つ紹介します。1つ目、まだ映画見ていないからネタバレしないで。友達と一緒に会話をしていました。そしたらその友達が、最近あの映画見たよっていうので、その映画の話を始めたんですが、私はまだ見ていません。そしたら私はその友達に、ネタバレしないで、その映画の内容言わないでって言っています。2つ目、この写真はネタバレになるかもしれない。例えば見たい映画があるときに、その映画を見る前に
インターネット SNS であるその映画の写真を見てしまったら、あの人が犯人かもしれないみたいな感じで分かってしまいますよね。はい、というのでネタバレになるです。3つ目、友達に結末をネタバレされてショックだった。例えば最近あるドラマを見ています。私は最終回まで見ていません。ですがそのドラマを最終回まで見ていた友達が、あのドラマねって最後こうなるんだよって言ってしまいました。それを言われた私はショックですよね。なんで言っちゃうのって嫌な気持ちになりますよね。ということで今回のテーマはネタバレです。私は最近気になる映画、見たい映画があるんです。実は今年日本で6月に公開された国宝っていう映画があるんですけど、それが最近韓国でも公開されました。私はその6月の国宝を見た人たちからは感動した、何回も見たっていう声を聞いていたので、これは絶対見なきゃと思っていたんですが、詳しい内容を知ってしまうと見る気が失せてしまうので、見るためにはもう何も情報を入れないようにしようって思って何も調べていません。はい、っていうので国宝なんですけど、ご存知ですかね。国宝は歌舞伎のお話です。歌舞伎って見たことありますか？歌舞伎は音楽、舞踊、演技を組み合わせた日本の伝統的な舞台芸術です。私は東京にある歌舞伎座というところで見たことがあります。歌舞伎は昔の言葉を使っているので難しいです。ですのでイヤホンガイドで音声解説をしてくれるんですけど、それを聞きながら歌舞伎を見ていました。はい、歌舞伎って迫力がありますよね。化粧といい、衣装といい、舞台といい、はい、どれも感動するんですけれども、ちょっと理解するのは難しいなって思いました。はい、皆さんもぜひ興味があったら見てみてほしいです。はい、というのでやっぱり見たい映画がある時ってネタバレされるとすごくショックですよね。はい、ですので、本当に見たい映画は、情報収集しないで、あんまり期待していないものとか見るか見ないか、曖昧な時はネタバレされても大丈夫なんですけどね。では今日出てきた単語を復習します。ネタバレ、ネタバレ、ネタ、ネタ、結末、結末、逆さ、逆さ、最終回、最終回、公開、公開。今日の動画はここまでです。また次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録といいねもよろしくお願いします。では、バイバーイ。